こんにちは、盆栽職人南野俊です。もう夏本番っていう感じで暑いんですけど、この時期傷みやすい盆栽も出てくるので、そのことについて説明できたらなと思います。その前にですね、ヤフオク会をご覧いただいた方多いと思うんですけども、皆さんの温かいコメントですね、ちょっとこうなってたんですけども、温かいコメントで V 字回復ということで、本当にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございます。ということで、もうこの通りすっかり元気になって、帰ってきましたので、ここからまた楽しんで皆さんに楽しい動画をお伝えできればなと思います。じゃあ早速いきましょうか。傷みやすい盆栽、まず傷みやすい盆栽の種類ですね。ざっくり言うと自生してる場所によるんですけど、やっぱり涼しい場所で自生してる木っていうのは暑い環境が苦手だったりするので、そういうのはこの時期、暑い時期っていうのは養生しないといけないんですね。今見ていただくと寒冷紗してるんですけど、特にここは小さい盆栽が多いんですね。大きな盆栽より小さい盆栽の方がやっぱりこう水抜けが早いので、乾きがやっぱ早いんですね。なんでこういうふうにうちは寒冷紗やって直射日光がずっと当たってるような環境を防ぐっていうことをしてます。皆さん持ってる方もたくさんいると思うんですけど、五葉松はとにかく傷みやすいですね。やっぱ涼しい地域で自生してるっていうのが多いので、葉刈りした盆栽もここから葉がたくさん出てくると思うんですけど、まだ葉が出てきた段階ってすごい柔らかいので、それがずっと直射日光に当たっているとちょっと傷んでしまうっていう危険性があります。なのでそういう木は、養生してあげて寒冷紗の下に置くか、一番怖いのは西日なんですけどね、やっぱ強いので日が。それで傷んでしまうっていうことがあるので、そういうことを気にしながら管理していただければなとは思います。他に何か気をつけることってあります？春から続くんですけど、病害虫はやっぱり気にしといてほしいんですね。だから観察していつもと違うなとか、歯の色がなんか変わってきたなとか、臓器だったら歯が食われてるなとか、病害虫を一つ気にしていただくのと、水の管理もだいぶ変わってきます。春とかに比べると梅雨が明けるとやっぱ変わってくるので、そこも気にしていただくのがいいかなと思います。じゃあ実際に見てみましょうか。はい、見に行きます。何を見に見せてくれるんですか？大きな盆栽ももちろん寒冷紗必要なので、それを実際に見ていただこうかなと。ここら辺。いつもここにそんな雑木置いてないじゃないですか。やっぱ寒冷紗の下に。そうですね、移動してきて、本当乾きやすいやつとか、今ちょっとアゲアゲな感じになってますけどももみじとかもそうですし、五葉松もそうですね。で一位っていうのは割とこう涼しい地域、北海道とかが有名ですけど、そういうところで自生しているので、やっぱ寒冷紗の下に置くっていうのがありますね。なんかこれ破れてるんですか？破ってるんですか？破ってるっていうか、なんかこう屋根みたいにバーって張るのかなってイメージがあるんですけど、結構そういうところもありますね。それはしないんですか？そうですね、いくつか理由があるんですけど、例えばもみじとか、葉刈りしたものを本当にこうずっと寒冷紗の下、もう日があんま当たんないようなところに置くと、やっぱり木は光合成したいわけで、日が当たんないんで、葉を大きくしてなんとか光合成しようって考えちゃうというか、そういうふうになっちゃうんで。でも盆栽やっぱちっちゃい葉っぱの方がいいんで、ある程度日が当たる環境で、葉もそんな大きくならずに盆栽としてこうしっかり見れる状態を作りやすくするっていうか、そういう理由もありますね。じゃああれですね、ただ日の光をこう防いだらいいっていうわけじゃなくって。そうですね。なのでホームセンターとかでも寒冷紗って売ってると思うんですけど、遮光率ってあるんですよね。50%、75% とかってあって、ご自宅とかで使う場合は日当たりの環境に合わせて変えた方がいいと思うんですけど、遮光率 75% とかでバーって全部埋めちゃうと、今度乾きが鈍ってくるとかもあるんですよ。でしっかり乾く時間も欲しいので、あまりこう日の光を遮断しすぎるのもあんま良くないんで、そこら辺はちょっと難しいところであるんですけど、ご自宅の盆栽を置いてる環境に合わせてやっていただくのが一番いいかなと思います。僕マンションなんですけど、東の朝日しか当たらないんですよ。それとかも何もしなくていいんですか？そうですね。一番怖いのは西日なんだよね。西日はそんなガンガン来ないですよね。
全く来ないです。全く来ないですよね、東だからそうですよね。お昼までしか日が当たらない。西日でこう葉っぱが焼けちゃうっていうのが一番多いので、涼しいところに自生しているような木とかだともしかしたら傷んでしまうっていう可能性もあるかもしれないですけど、そんな急激にガーって傷んでしまうってことはないかなと思います。ちなみにその涼しい地域のに自生してる木って何があるんですか？有名なのも五葉松ですね。イチもそうですし、心拍が別に強いんでそんなにガッと傷むことはないですけどね。代表的なので言えばそこら辺ですかね。あと臓器は気をつけた方がいい。はがり語とかっていうのはやっぱ気をつけた方がいいですね。夏場の水やりなんですけど、黒松とかだったらもう水好きなので普通にあげていただいていいんですけど、とにかく乾きやすくなってくるので、そこら辺ほんと注意しながらしっかり見て、もちろん持ってもいいです。持ってうわ軽いなと思ったらもうたっぷりあげるとかでもいいんですけど、今どういう状態なのかってことをこう常に意識していただけると水やりもそんなに苦にはならないかなと思います。たださっき説明した五葉松とかだと水をたっぷりっていうほどじゃなくても元気に生きていけるので、樹種によってね変えるっていうのは、これはもう別に夏だからとかじゃなくて1年通してそうですけど、この木がこんだけ乾くっていうような感じでしっかり観察していただければなと。ちなみにうちだと午前中午前の早い時間帯ですかね、朝一やってであとは3時4時にやる。これは商品にしても大きいのにしても同じようなペースで、ただやる、量だけはちょっと変えてますけど。で水やりってやっぱ難しいじゃないですか。難しいです。僕も結局上げすぎて枯らしたこともあるし、足りなくて枯れることもあるんですけど、改めて教えてほしいですね。むずいっすね。いや僕とか盆栽やってる人は常に見てるんで、これ乾いてんじゃねって思う人もいると思うんですよ。乾いてるでしょ。でこれ実際これ中乾いてないですよ。芽切りの時期先月切ったんですけど、それでちょっと鈍るっていうのもあるし、普段見てるっていうのもあるので、それでこれは乾いてないって判断ができるんですけど、だからやっぱりこう普段見てると分かりやすくはなると思うんですよ。でも表面だけ見てたら大体乾いたように見えるんですか？それこそ重さを見るとか、あとはこう鉢の裏穴開いてるじゃないですか。水抜け用の穴が大きいやつとかだと土が見えて全然水分入ってんじゃんみたいなのがあるんですよ。僕は最初の頃ずっとそうやってやってました。そうなんですね。やっぱり網があるから分かんなくない？分かるんですよ結構。結構分かる。日にこう当てながら土がこうこぼれないようにこう当てながらやったりとか、なんか本当試行錯誤しながらこの木は乾いてるのか乾いてないのかをめちゃくちゃ観察しました。まだ僕も勉強中ですけど、もちろん気にしててあげると今この木がどれぐらい乾いてるのかっていうのもなんとなく分かってくるんです。感覚的なところであるんで、それが分かんない時はまずはたっぷりあげる。たっぷりあげて今の時期だったらこれぐらいで乾いてくるっていうのをだんだんこう、自分も経験していって、最終的には感覚でなんとなくこれ乾いてるな、ちょっと水あげなくちゃなっていうのも分かってくるとは思うんですよ。まずはたっぷりあげて、どれぐらい乾いたっていうのを確認していただければなと思います。まとめると、夏に弱い樹種があるっていうことを必要であれば寒冷遮をする、あとは水やりをしっかりするっていうのを、皆さんたくさん盆栽持ってる方もいらっしゃると思いますけど、こんなにはないと思うんで、自分の木が夏場に強いのか弱いのかとか、この木はどれぐらい水やったらいいのか、これ虫来てないかなとか病気来てないかなとか、そういう変化も気にしながら見ていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。